世界一面白いアクション RPG を作る。これを人生のメインクエストに掲げております。はい、高と申します。今回はですね、スキルツリーのシステムがちょっと新しくなったので、それに関する共有をしていこうと思ってたんですが、なんとですね、今使っているバージョン管理ソフトの Git ってものを使ってるんですけど、そちらの方でちょっとトラブルがありまして、原因不明のエラーでね、三柳さんに作ってもらってた新しいそのスキルツリーシステムっていうのが、今ちょっと手元で確認できない状態に陥ってます。しかもね、そのエラーが発生したのが、なんと運悪くね、金曜日の就業時間間際に僕たち気づいたということで、もちろんね、来週の月曜日からまた、三柳さんにちょっとその辺ね、調査してもらって、おそらくそんな重大なエラーではないと思うので、来週中には復帰できるとは思うんですけど、ちょっと今週喋ろうと思ってた動画用のネタね、スキルツリーの説明がちょっとできなくなってしまったということで、今回はね、ちょっと前回動画についてはコメントをいくつかちょっと見ていきたいと思います。いつもね、コメントを書き込んでくださってる皆さん、マジで日頃からめちゃくちゃ助かってます。うちのチャンネルはね、特にコメントを書きがいがあるというか、制作途中のものにね、参加できるような仕組みになっているんで、もしよかったらね、普段コメントを書き込まないような人たちも、このチャンネルでね、一緒にゲーム作っていく楽しさみたいなものを感じ取ってもらえればと思います。じゃあ早速見ていきますか。まずはこちら。ブラボや赤狼が好きなので、攻めを評価する今回の変更はとてもいいものだと感じました。ただ、動画内の仕様だけだと回復し放題で緊張感が損なわれるので、その辺の調整をどうするのか次回以降の報告を楽しみにさせていただきます。これですね、結構同様のコメントが複数件ついてました。完全にね、僕の説明不足ですね、これは。ただ、やっぱすげえなと思って、よく見てくれてる視聴者さんいるんですね。これについてた返信なんですけど、一応アイテムを消費してるので無限じゃないと思います。大正解ですね、これ。そうなんですよ。これ、ちぎりするときにね、くさびのようなアイテムを一緒に地面に突き刺して回復するという設定なので、単純にアイテム消費ありの以前までの回復の仕組みと、相違ないかなと思います。ただ、モーションがめちゃくちゃ速くなったので、回復できなくて死ぬっていうような自己要素は減りつつ、地面に剣を刺すという特徴から、スキルの習得によってね、その刺した剣がエンチャントされるだとか、あと刺した剣をね、バネのように使って、低い姿勢のまま前に突進してそのまま切り上げるとか、ちぎりの姿勢からしか出ない派生技もスキルによって習得できるとか、そういったちぎりの後に一瞬だけ生きるようなバフ要素っていうものを追加していくことによって、ただの回復だけでは終わらせないというかね、回復後にもらえる一時的バフをどう攻めに使っていくかっていうところを重要視したシステムにしていきたいなと思ってます。回復しすぎ、これもね、何件かコメントついてましたね。で、見直してみたところ、確かに回復量めっちゃ多かった。これもスキルレベルによってね、回復量アップするっていう仕組みになってるんですけど、僕の目算によると、おそらく前回動画は回復レベル3、4ぐらいまで上がってる状態でプレイしちゃってたと思います。レベル1の状態だともう少し回復量は控えめにはなりますね。ただやっぱりさっきも言ったようにね、回復行動自体は結構強めでいいかなって思ってるんで、もしかすると他のゲームと比べるとレベル1の状態でも結構多めに回復するようなバランス感に着地することになるかなと思ってます。自分がちゃんと理解できてないだけだとは思うんだけど、今までの自然エネルギー、MP を使いすぎたことによって自分が受ける知罰は設定的に分かりやすかったんだけど、今回はスタミナが切れた相手に知罰を与えるということだと、第一からの罰という設定はどうなるんやろうか。世界観として結構好きな設定だったから気になるところ。このコメントね、返信欄が非常に盛り上がってましたね。9件返信来てます。ただこういう知罰とかね、第一神関連の話って僕なるべく断言することを控えてるんで、ちょっとこの9件の返信に関しては割愛しておきますね。で、一応大前提としてこの第一からの罰っていう言い方なんですけど、もちろんね、そう考えてるキャラクターたちもいますし、そういう人たちはいわゆる第一信仰派ですよね。で、逆にいやいや第一神なんていないよっていう風に考えてるキャラクターたちもいます。知罰っていうのはただ単に局所的にメイが過集中を起こしたせいで発生する化学反応、いわゆる自然現象に過ぎないよという派閥の人たちもいます。正解がどっちなのかっていうことはあえて言わないんですけど、どちらの立場から見るかによってこの知罰発生のメカニズムも少し変わってくるかなと思います。で、ちょっと話変わるんですけど、メイナスって実はめっちゃいいブーツを履いてるんですよ。これ高級品のブランド物のブーツを履いてますとかいうそういう話じゃなくて、ちゃんとした腕利きの職人がね、仕立て上げたいい素材を使ったブーツを履くっていうことがメイナスの強さに大きく関わってきます。足の裏って基本的に大地に接していることが多いので、ここにどういう素材を使うかによってメイの吸収効率っていうのが大幅に
に変わってくるんですよね。今のゲームシステムだと相手を殴った時にね MP が回復するっていう仕組みになってるんですけど、これをちゃんと世界観的にね解析していくとすると、まず最初に大地から供給されるメイの量って基本的に無限なんですよ。一生湧き出してると。なのでいわゆる不死属性、ゾンビみたいな一生死なない敵とかがいたとしたら、そいつに対して通常攻撃当て続けると一生無限に MP が回復していくという話になります。 MP が回復するっていうのは大地から湧き出してるメイを自分のメイとして使える状態に昇華させるという風な工程だと思ってもらえると分かりやすいかと思います。大地から供給されるメイっていうのは全ての地に足をつける生物に対して平等に供給されてるわけなんですけど、ちゃんとそれをね自分のものとしてアーツとかで使えるのは特殊な訓練を受けたメイナスだけなんですよね。あるいは竜を代表とする高次元のモンスターたち、ちゃんとこの相手を倒したいとか勝たなきゃいけない理由があるみたいな、主に精神的なね圧倒的な意志力を高めていくことによって、やっと自分に供給されているメイを自分のものとしてアーツとして使えるようになるというようなイメージをゲームにちょっと落とし込んだのが、この相手を殴ったらメイが回復していくよという。で回復自体は敵が死ななければ無限に続けられるよっていう仕組みに落とし込んでます。でスタミナ切れを起こしている時に相手からアーツをもらうと知罰の発生が確定するということについてなんですが、これも世界観的にねしっかり解析していこうとすると、まず最初に相手からアーツをもらうってこと自体が結構思ってる以上にやばいことなんですよね。さっきも言ったように常にね自分に対して供給されているメイってのがあるんですけど、大地からね、そこに加えてさらに相手からもアーツによってメイが飛んでくるということで、アーツを受けた側からするとね、自分の周りにめちゃくちゃな量のメイが漂っている状態に陥ります。これ先日した自然現象派閥からするとまさに地罰が起きそうな状況ですよね。局所的に一箇所の座標にメイが過集中を起こしている状態、非常に危なそうな状態ですね。でさらに第一進行派閥からしてもこれまた同様で、一人の人間あるいは生物がメイを使いすぎたことによって、第一神が怒り地罰を起こしているという風に考えたとしても、この相手からアーツをもらってしまっている状態っていうのは危ないですよね。アーツを受けた人間の周りでメイが極端に消費されたという状態になってますので、ここに神の怒りが来てもおかしくないだろうという状態です。でスタミナ切れっていうのは基本的にね身体的な能力が著しく落ちる状態っていう認識で問題ないと思うんですが、スタミナが切れてる時って言うて精神力も衰えますよね。シャトルランとかマラソン大会でもう走りたくねえよって思いながら泣きながら走ってたのは、僕だけじゃないと思います。そういった身体的精神的に追い詰められた状態でアーツを当てられることによって、普段だったらギリギリメイの暴走を抑えて耐えてたんだけど、もうどうにも耐えることができないということで、自然現象派閥からも第一進行派閥からも、いやもうあんたそれは罪だよと言われてしまう状況に陥ってしまい、イコール地罰が発生するということですね。でも大筋としては旧仕様からは離れてないですね。オーバーヒートあるいはスタミナ切れ、身体的かつ精神的に大きく消耗している状態で敵のアーツを受けてしまうと、もうメイが暴走してしまうと、自分の体の周りでね暴走してしまって、そこに自然現象なのか神の怒りなのか地罰が発生してしまうという流れですね。いろいろ補足知識でね肉付けしながらちょっと解説してみました。というわけでいかがだったでしょうか。今週はここまでですね。次回はスキルツリーの話したいですね。お待ちください。ではまた来週もよろしくお願いします。